はい、レバレンス2021です。本日は久々にですね、時計と資産性の関係についてお話ししていきたいなと思っております。今、ロレックスの資産価値っていうのがかつてなく高まっているっていうお話をしていきたいなと思うんですけども、こういうお話すると、時計に資産価値があるなんてって笑う方、今でも少なくないですよね。けど、欧米の富裕層文化においては、時計は何世紀も前から資産としての機能を備えた存在なんですよね。けど、ここの意味っていうのは、本当の意味でまだまだ知られていないかなって思ってます。その一因としてですね、おそらく世界的な2022年前後に起きた時計バブルっていう現象、これが結構影響してるかなと思ってて、時計は不安定な投機商品っていう誤解がここで根付いてしまったかなと思うんですよね。この時計バブルっていうのは何だったのかっていうことをお話しすると、中国の資本規制直前の駆け込み需要による突発的な爆買いによって引き起こされてしまった、現象で、本当こういった特殊要因がもたらした一時的な現象だったんですよね。時計市場の本質的な価値構造とは無関係なノイズでしか実はないんですよ。実際私は2000年頃からリセールバリューを重視して時計を選んできたんですけど、価格はずっと右肩上がりなんですよね。で、私以外の方のお話でもっと言ってしまえば、1970年代から時計を買っているっていう、ある方がいらっしゃるんですけど、その方は10代の頃からロレックスを買ってて、未だに一度も下がったことがないっていう風におっしゃってました。つまり時計に資産性がないっていうのは、例えるとゴールドに対してただの金属だっていうのが的外れであるように、時計の資産性を否定するっていうのは、これぐらい現実を見誤った主張なんじゃないかなって私は思ってるんですよね。けど、この誤解を解きほぐすには、そもそも時計の資産性って何っていう、根本的な、お話に立ち返る必要があるんですよね。そこで私のノートでは体系的にここら辺のお話を連載記事でまとめてますんで、もしちょっとここの部分、基本的なところからおさらいしてみたいなって方がいらっしゃればですね、カード出しておきますんで、こちらから私のノートの連載記事っていうのもぜひ参考にご覧になっていただければなと思っています。で、今回の動画としましては、2024年から2025年にかけて起こった時計市場とマクロ経済の転換点を追いながらですね、ロレックスの資産性が今なぜ高まっているのか、私がそう感じているのかっていうところですよね。そこを一緒に読み解いていければなと思っております。長年、時計の相場っていうのは為替、特にドル円に強く連動してるって信じられてきたんですけども、今ではその法則実は崩れてるんですよね。例えば、2024年の4月3日、この時ドル円相場ってのは161円台っていう37年ぶりの円安ピークを記録したんですけども、その後ですね、2025年の7月現在では145円台ぐらいに落ち着いています。わずか1年で約 10% 超のドル安になってしまったんですよね。ここを見るだけでですね、基軸通貨ドルとしてはもう異例のボラティリティであって、これ、もはやオルタナティブ通貨並みのジェットコースターっぷりなんですよ。で、この為替変動が時計相場にどう影響したかっていうのを少しロレックスの相場で見てもらおうかなと思うと、こちらなんですよね。これ全体相場ですね。全体の平均相場になります。これは単なるロレックスが為替インデックスの相対価値でしか、相場が動かないと言われていた、時代を終えてですね、独自の価値保存手段としての機能をし始めているっていう、詐称かなって私は思ってます。
2019年までは、世界はデフレターンにあって、各国の中央銀行がインフレ目標達成を目指してですね、金利を下げ続けていました。ところが、コロナ禍以降のヘリコプターマネーによって、一気に構造的インフレへと転換しました。金利を急上昇させても、物価って下がらなかったんですよね。これなんでかって言ったら、人件費とか、賃料、土地代といったコストベースそのものが恒常的に高騰してしまったからなんですよね。こうなると、通貨の価値が下がり続ける世界は10年スパンで続くっていうのが市場の見立てです。その中では通貨ではなく、物に価値を移す動きっていうのが加速しています。時計ですとかゴールド、美術品、不動産、こういったフィジカル資産が再評価されて、ロレックスそのものもその一つと位置づけられるようになったんですよね。で、ここで一つ、通貨安について補足しておきたいことがあるんですけど、例えば100円の商品が120円になるってことは、20% の物価上昇したってよく世間では言われてるんですけど、これ誤りで、実際は 16.7% の通貨価値の下落と解釈するのが正しい見方です。要は物価が高騰してるわけじゃなくて、政府通貨、我々で言うと日本円ですよね。これが暴落してるっていうのが現実なんですよ。ここはメディアの論調に惑わされないように注意したいなと思います。で、二つ目ですね。ビットコインがデジタル資産から脱落しているっていう、このニュースですね。2025年の6月、Google が RSA2048 の暗号解読にわずか1週間弱で成功するという発表を行い、量子コンピューターのリスクっていうものが現実のものとなってしまいました。これにより仮想通貨のセキュリティが根幹から揺さぶられてしまってるんですよね。どういったことかっていうと、ビットコインにも実はECDSA 署名っていうらしいんですけど、こういった暗号方式を採用してて、これもですね、実はGoogle が6月に発表したあるアルゴリズムによって、1週間弱でどうも破られる可能性があると。そういったことが現実化してきたんですよね。で、この発表の数週間前にですね、実はブラックロック自身もですね、仮想通貨におけるセキュリティリスクっていうのを声明で発表していたんですよね。だからこういったこともあってですね、量子コンピューター時代っていうのは、デジタル資産と言われる、こういったものが非常に危なくなってきたよっていうのが、ここ、ほんと数ヶ月以内に、リスクとして意識されるようになったんですよね。もちろんね、ビットコインもこの現状を把握してまして、量子体制暗号って言われる、移行案っていうのもあるんですよね。けど、実際私がなんでこのデジタル資産から脱落まで言ってるかっていうと、そういった対策をいくらしようが、ビットコインコミュニティの慎重な保守性、これが足かせになっているって私は思ってるからなんですよね。ここでは何が言いたいかっていうと、量子コンピューターの進化に対して、ビットコインっていう古い設計思想の仮想通貨っていうのは、構造的に対応が遅くなる懸念があるっていうことなんですよね。だから今後こうした技術の進化と、ビットコイン側の対応の遅れの差が命取りになるリスクっていうのを今顕在化してるってことですよね。で、こういった不安って私が勝手に思ってるわけでも何でもなくて、もうすでにそういった同じような不安を持っているっていうことが市場に現れちゃってるんですよね。実際2024年からクジラ層と言われる、いわゆるビットコインのガチ法税ですよね。そういった大口保有者たちが利確退場を始めちゃったんですよね。だから、ストアブバリューとしての仮想通貨時代っていうのは一つの、曲がり角に
今差し掛かってるってことなんですよ。で、その対比先としてですね、注目されているのが伝統的な物理資産。いわゆるロレックスですとか、パテックフィリップっていうものだったりするんですよね。そして、時計の資産性が高まっている背景3つ目として、世界秩序の再編と通貨信任の崩壊ということですね。2025年アメリカがトランプ関税によって自由貿易から一歩引いたことで、グローバル経済というのは大きな転換を迎えてしまいました。この動きは一時的な政治パフォーマンスじゃなくて、アメリカっていう国家がグローバル資本主義の限界を正式に認めて、統制的な経済体制に向かうっていう、これ、すごい歴史的な決断を下したわけなんですよね。で、ちょっと誤解してる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、たとえトランプが退場しようが暗殺されようが、改革保守っていうこの思想はですね、共和党の中枢に深く根付き始めてしまってて、製造業の国内回帰、戦略的な経済安全保障っていう流れは、やっぱ止まらないと思うんですよね。で、これって、アメリカがですね、かつてのソ連型とは異なるんですけど、管理経済型の統制国家へと形を変えつつある兆候でもあるなって私は見てるんですよね。この潮流の中で最も根本的に揺らいでいるのが通貨への信任なんですよね。グローバル貿易が分断されて、ドルを中心とする基軸通貨体制の前提が崩れる中、新興国っていうのは脱ドル化を進めてて、独自の経済圏を形成し始めているんですよね。その象徴がブリックス諸国の台頭になるかなと思ってます。ブリックスではすでに自国通貨による相互決済っていうのが進行してて、さらに今後、金、ゴールドですよね。これを担保とした新通貨、ブリックスペイの発行構想っていうのも進められています。これが議論段階ではあるんですけど、すでにですね、ブリックスの中心国である中国、ロシアが前例のない基準で金の準備高を積み増ししてるっていうことで、IMF とか WTO といった既存の西洋主導の国際秩序に対抗する準備っていうのを着々と整えているんですよね。こうした情勢の中でですね、人々は再びフィジカルな価値へと、立ち返っている。要は逃げてきているっていうことなんですよね。ゴールドだけじゃなくて、国境、通貨、イデオロギーを超えて、価値として通用するロレックスとかパテックフィリップという高級時計が世界的に物質資産として認識されているのは、こういったことが背景にあるのかなって私は思ってるんですよね。時計は国を超えて通用して物理的にも保有できます。で、取引履歴ですとか流通市場も確立してて、なかなか数が供給できないっていう希少性もあります。まさに現代の持ち運べるゴールドとでも言える存在になりつつあるんですよね。ここでお話ししてきたのって政治の話に思えるかもしれないんですけど、資産の本質を問う話でもあったのかなと私は思ってます。本日は3つ時計の資産性が高まっているっていう24年から25年に起きた経済的背景を交えつつですね、その理由っていうのをお話ししてきました。時計が通貨を超えた価値保存手段に進化しているということがなんとなく今ご理解いただけたんじゃないかなと思っております。当然ね、ロレックスは一企業に過ぎません。なので短期的には人気の波を受けますし、いろいろ下落、上昇っていうのをこれからもある程度繰り返すことは間違いないかなと思ってます。けど、マクロ経済の大きな潮流、通貨価値の下落ですとか、デジタル資産の脆弱性、貿易構造の変化、こういったことが重なる今、時計は個人の資産防衛手段として明確に存在価値を高めつつあるんですよね。今後10年先を見据えたとき、政府通貨の価値が
どれぐらい残っていて、仮想通貨っていう資産がどれぐらい流通しているのかっていうのは誰にもわかりません。しかし少なくとも価値の逃避先としてのロレックスは世界で着実にその地位を固めつつあるんじゃないのかなっていう、その事実を今しっかり見極める必要があるような私は気がしています。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。